はい、皆さんこんばんは、八谷タバコです。動画を撮っていきます。はい、タバコを吸っていきます。はい。今日は、こんな感じです。どうでしょう？かわいいかなそう、この T シャツをね、今日はちょっと自慢そう、したかったので、着てみました。かわいくない？これ。かわいいよね。これ何だと思う？これ知ってる人は多いかな？どうかな？そう、俺さ、これ実は知らなかったんだよね。そう。知らなかったんだけど、何かっていうと、この間奥さんと一緒に、加古里支店、そう、っていう、展示あれは何だろう？博物じゃなくて、展覧会かな？個展みたいなことかな？うん。そう、加古聡さんという、絵本作家の方が、いらっしゃるんです。もうちょっとこの間亡くなっちゃったんだけど、そう。その方の、展示がたくさんあるよっていうやつに、行ってきました。はい。渋谷の方でやってたやつです。はい。そう、すごい、なんだろうな。これはね、カラスのパン屋さんっていう、絵本の、そう、キャラクターのやつで、カラスのパン屋さんとか、あとはなんだろうな、だるまちゃんと天狗ちゃんみたいなやつ。うん。ちょっと違ったらごめん。とか、そういうのも、書いてた方のやつ、に行ってきました。はい。そう。で、残念ながら、加古さんのね、このイラスト自体は、その博物館じゃないや、その個展、展示を見るまではちょっと知らなかったんだけど、そう、可愛かったからね、ついグッズ、買ってきました。買っちゃいました。そう。子供の頃はね、絵本とかはよく読んでた気がするんだけど、グリとグラとか、スイミーとかあったよね。そうとか、普通に、腹ペコ青虫とかなかったっけ？あったよね、そういうのね。そう。よく読んでたはずなんだけど、そう、たまたまね、知らなくって。子供の頃はさ、何してたかな子供の頃俺何してたかな？小学校とか、そうね、絵本読むって言ったらそうだね、幼稚園とか小学生とかの頃だよね。うん。あの頃はあの頃はね、そう、トラちゃん田舎育ちだもんで、田舎で、そうだね、山だね。山で遊んだね。山と川で遊んでたかな。うん。大体、でも夏休みとか。だから今ぐらいの時期になると、夏休みで友達同士で、じゃあ、何して遊ぶって言うと、で、山行こうぜ、とか、そうとか、なんか森行こうぜ、とか、なんか川行こうぜ、とか、なんかそんな感じだった。うん。で、なんか、今は多分遊泳禁止にはなってると思うんだけど、当時は大丈夫だったから、なんだろう、滝壺に飛び込んで遊ぶみたいなやつとか、そうでやってたね。虫取りに行ったりとか、今はもう何にもだね。ああ、そうそう。よくさ、今現在大人になってから自分のやりたいことが、ないです、みたいな。自分の好きなものがわかんないです、みたいな話を聞くんだけど、うん。そういう時は、自分がちっちゃかった頃、子供の頃に好きだったものが何かっていうのを考えてみると、意外とそういうところが、なんか、ヒントになったり、するとかっていう話をよく聞くよね。うん。だから、例えばちっちゃい頃は、なんかほら、お裁縫が趣味でしたとか、なんだろう、山の中入って遊んでましたとか、でもお裁縫が閉めたらそのまんまね、もう一回、なんだろう、お裁縫をやってみたらいいし、山とか川とか海とか行くんだったら、なんだろう、大人になってからキャンプとか、なんかね、キャンプとか流行ってるじゃんね。そういうのやってみたりとかさ、なんか登山行ってみたりとか、わかんないけど、なんかちっちゃい頃に好きだったことを今思い返してみると、意外とあれやってたなとか、ああいうの熱中してたなとか、あるから、
そういうのを思い出しながらやってみると、なんか趣味とかね、の幅が広がるかもしれないよね。で考えた時に、俺別にちっちゃい頃から女装趣味があったわけでもないし、そうだね、ちっちゃい頃からその自分のマミーの自分の、ママが、お化粧してるのを見ていいなって思ったこともないし、そうね、そうだね。だからまあ必ずしも 100% じゃないよね。そうね、好きだったこと、ちっちゃい頃から好きだったことってなんだろうね。まあ、歌うこととかはそうだね。歌を歌うのが好きだったかもしれない。あとなんだろう、まあ、おしゃべりするのは好きだったかな。人と話すのは好きだったね。あと、なんだろうな、ちっちゃい頃は、思い出しちゃった。そうね、ちっちゃい頃は、悪口言うのが好きだったよね。ほんと良くないよね。そう、ちっちゃい頃はね、そうだね、人の悪いことばっかり言ってたよね。あいつが悪いとか、こいつが嫌だとかっていう話ばっかりしてたから、もうそのままあんまり変わってないね。大人になっても、その辺はあんまり変わってないかもしれない。あ、そう、だってさ、俺のさ、小学校の時の卒業文集、そう、書かされたんだけど、卒業文集みんな書きなさいって言われて書くんだけど、で、そこに書いてあったのは、修学旅行の思い出、そう、っていうのが書いてあって、で、ほら、修学旅行、うち田舎だったから、田舎から東京に、修学旅行に行ったのね。だから例えば、なんかほら、東京タワーが大きくて、なんかすごい、すごかったとか、なんだろうな、もっと東京はなんか都会でどうのこうのとか、なんか楽しかっただこうだっていろいろ書けいいじゃん。書くこといっぱいあるじゃん。修学旅行なんか。なんだけど、俺のその修学旅行の卒業文集を見返したら、やれ、東京の空気がまずいだの、なんかやれ、東京の水が美味しくないだの、夜寝ようとしたら車の音がうるさくて、なんかもう騒音がすごくて、なんか都会はすごい嫌だなって思いましたみたいな。なんかもうそういう隣で寝てた友達のいびきがうるさかったとか。そう、だからそんなクレームばっかり書いてたね。だからあの頃と比べてそんなに変わってないよね。違う、そんなのはどうでもいいんだよ。それはどうでもよくて。そう、今さ、下の方に、多分、字幕が出てるでしょ。みんなの、その、母国語みたいなやつの。そう。これね、そう、純子ちゃんに教えてもらって、コメントでね、教えてくれたの。そう、トラコさん、その、自動翻訳の機能ありますよって。ってなって。マジってなって。そう、おいね、なんか見てみたらね、あったのよ。自動翻訳機能が。もう、なんで気づかなかったんだろうっていうところなんだけど。そうだもんね、みんなが見てる、その下の方に、自分でね、YouTube の機能で、自動翻訳の、なんだろう、まあ、何語とかっていうのが選べるから、それで選んでもらえれば、俺が何喋ってるかが、まあ、大体、大体わかると思う。これさ、俺なんで気づかなかったのかなって思ったの。なら、俺さ、YouTube に一生懸命、文字を入力してたのよ。翻訳機能を使おうと思って、その翻訳機能を違う。一生懸命字幕を入力したの。で、入力をしていたんだけど、全然翻訳されなくって。てか、翻訳っていうボタンが出てこなかったのよ。で、おかしいなと思って。YouTube ってさ、動画をまず、あなたの動画は、何語ですかっていうのをプルダウンで選べるようになってるの。で、そこがね、俺、日本語になっちゃってたんだよね。いや、合ってんだよ。合ってる。合ってるよ。俺、日本語喋ってるから、日本語っていう言語の設定でもちろんいいの。そう、いいんだけど、一生懸命ね、英語で入力したんだよね。日本語を翻訳するっていう設定なんさ。でも俺、日本語なんか入れてないのよ。英語の字幕を入れてたから、YouTube 側が見つけられなかったみたいで、翻訳したいのは山々なんですが、って。何にもこの翻訳するためのものが見つからないんで、翻訳できないですよってなってた。だから、
この動画の、言語設定を日本語じゃなくて英語に変えたのよ。日本語だけどね、喋ってんのは。でも、これ絶対伝わんないよね。もうごめん、聞き流して。まあ、とにかく、今後は、いろんな言語の、翻訳が、字幕が出ると思うので、それを見て、楽しんでください。はい。よろしくお願いします。純子ちゃんありがとうございます。はい。そうね、そんなとこかな。だから自分のもし、母国語の、字幕が下に出てないよ、みたいな。っていうのがあったら、ごめん。まあ、コメントで教えてくれたら、もしかしたらそれ対応できるかもしれないから、まあ、言うだけ言ってみてください。はい。今日は以上です。はい。またねー。